今日なんですけれども、手裏剣が刺さった後の剣尾の状態、これをコントロールして遊んでみようかなと思います。手裏剣を打って刺さった後の状態を見ると、その手裏剣がどう飛んだのかが分かります。それを見て、例えば調整をしたり、もしくは今の打ち方は良くなかったとか、今の打ち方は良かった、そういった判断をすることがあります。だいたい刺さった時に、この上下ですね、まっすぐ刺さってるか、少し切っ先が上を向いて刺さっているのか、下を向いて刺さっているのか、これを判断することはよくあるんですけれども、もう一つ左右にぶれることがあります。例えば画面から見て右向き、こっち向きに刺さることもあれば、画面から見て左向き、こっち方向に刺さることもあります。この違い、この左右のブレ、上下のブレというのは見る人が多いんですけれども、実はこの左右のブレというのも手裏剣が横から当たってしまう原因になって、刺さらない原因の一つになってしまいます。ですので一応この左右のブレというのもミスの一つ。今日はあえてそのミスを練習してみようかなと。あんまりね、ミスの練習って良くない、スポーツによってはミスの練習をわざとするのは良くないっていうところもあるんですけれども、どうやったらどっちに曲がるのか、これを知るだけでも上達の一助になるんじゃないかなと思ってます。あえてやってみようと思います。基本的に普段打つときにはまっすぐ、これが基本です。そして私の場合は切っ先がやや上向きぐらいがいいかなと思ってます。ただ、切っ先に関してはちょっと刺さり具合見ながらちょっとお話しします。基本的にまっすぐ、それでいてやや上向き、これが理想の状態です。先ほどのお話ですが、手裏剣って上からやや倒れてくる軌道で刺さります。で、上向きに刺さったとしてもまっすぐに前に向かっていく推進力があるので少し上がるんです。なのでこう刺さったとしてもやや上がった方向、これぐらいで刺さることが多いです。一応この点だけ先にお伝えしておきます。さて、基本的にはまっすぐ、でもこれをあえて切っ先を左右どちらかに倒す、どうやったら例えば切っ先が右を向くミスを生んでしまうのか、どんな動きが悪いのか、そういった確認だとは思ってるんですけれども、これもね、一つの手裏剣の直打法直打法の回転のコントロールの一つだと思ってます。縦方向のコントロール、それから左右の回転のコントロール、どちらも欠かせないもの、どちらのコントロールが悪くても刺さらない、なので必要なものだと思ってます。では右方向に向けてみましょう。時計でいうところの1時2時、それぐらいの方向に切っ先を向けます。
っと一本まっすぐ刺さってしまったんですけれども、右向きに手裏剣が刺さるように打ってます。次は左向き、時計でいうところの、9時、10時、11時、それぐらいの方向に向けて倒すように打ってみます。さっきとは逆ですね。今度は逆に左方向に倒れるように打ちました。後ろに1本やっぱりまっすぐになっちゃったんですけれども、4本は左方向に倒れています。今度は切っ先が上を向くように刺します。方向はまっすぐ。手裏剣同士が当たってしまったのですみません、もう一回いきます。ちょっと最後1本ミスをしてしまったかもしれない。上向き、最後の1本だけまっすぐになっちゃいましたね。4本上向きに刺しています。4本上向きに刺しています。今度は切っ先が下を向くように、もちろん打法は全部直打法、直打法を使ってます。当たっちゃいますね、やっぱり手裏剣同士が。もう一回いきます。また当たっちゃった。ちょっと最後の1本また当たって向き変わっちゃいましたけれども、一応すべて下向きに刺してます。この1本だけね、最後手裏剣同士当たっちゃったんで、ちょっとご勘弁いただいて、このように上から6時の方向を刺すように刺してます。切っ先の向き、これを右に向けるか左に向けるか、これなんですけれども、切っ先を右に向けるために斜めに、要は持ち手を傾けてるんじゃないかって思われるかもしれないので、一応これやっておきます。右上から左下へのいわゆる袈裟の動きですね。この動き、今かなり極端に右上から左下に手を振ってます。基本的にまっすぐ刺さります。ちょっと上下のブレはありますけれども、まっすぐに刺さります。つまり手を傾けてるわけではないんです。手裏剣の回転をコントロールする。あくまで教科書レベルの話ですが、指先が強いと手裏剣は右に回りやすいと言われています。これに対して手のひらの押し付けが強いと左に回りやすいと言われています。
やはり左右わざと曲げる必要はあるかどうかは分かりません。ただしできるようになるととっさに打って思わぬ方向に手裏剣が回った時に今自分がどうしたから曲がったんだと、そういうことが分かるようになります。なので手裏剣が刺さった後の状態、これはよく確認すると、かなり上達の手助けになってくれると思います。基本はだから何も考えずにまっすぐ、これがやはり一番大事だと思います。基本はまっすぐ。というわけで今日は手裏剣の左右の回転のコントロール、これを意識して遊んでみました。実際に自分が打った手裏剣がどういう方向にどう刺さっているのか、これをしっかりと確認すると自分の体の動きと結果とかその間にあるもの、これがなんとなく見えてきます。ですので刺さった後の状態、これはよく確認するととてもたくさんのことを教えてくれると思います。こんな形でいろいろ遊んでますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。